雑談です。王子様です。はらせんということで始まりましたあらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日一昨日と何をしてたかというと、ずっと絵をね、夜ずっと絵を描いておりまして、それで疲れちゃって配信がラジオのねこれがなかったんですけども、久しぶりにまたね書き出してちょっとね楽しいですよというかね、同じ絵しか描いてないんですけどね、この今喋ってるこのキャラクターの絵をね、同じ絵をずっと描いてるんですけども、落語のようにね、古典落語のように古典落語って同じ話をこう何度もねこうやるじゃないですか。それでも面白い。やるたんびにこうちょっとこのねくすぐりが違うぞとかね、こっちの言葉をこう変えてきたかみたいなところがあったりするわけじゃないですか。それね、話を分かってて、でそれと同じようにこう絵もできないもんかと思って同じ絵をずっと描いてる。って考えると結構昔というか2000年かな、あれ僕がドイツに行った時にその当時8ミリフィルムにハマって8ミリカメラを持ってってね、ドイツの風景撮って、で帰ってきて現像して、それを編集してこうその8ミリを流しながらドイツの思い出話をするとっていうこうやつを映画をね撮ろうというか作ってて、でいろんな人にこう同じフィルムを見せて思い出話をして何人もやると、こう同じ映像同じ思い出話なのに話す人によってこう話す内容が変わってくるっていうのを面白いなと思って、それ2、3人撮って、もっと本当はね10人ぐらい撮りたかったんですけど、短いフィルムなんでね、3分ですか、8ミリって。で編集して10分ぐらい9分10分ぐらいのやつを何人にも見せてやってっていうのを一本にしたらこれ面白くなるんじゃないかなと思って、途中で頓挫したものがあるんですけど、結局こうそれ何年前ですか、20年ぐらい前ですけど、今はもうやってることって同じことをしてるんですよねって思ったってことは、そういうことなんだろうと、落語的なそういう面白さをいろんなものにこう感じられるんじゃないかなっていうのはちょっと思っておりますんで、その絵をねこうもうちょっと描き溜めていずれどっかでね並べて展示したいなと思って絵を描いておりましたと、それが一昨日と昨日とね、そんなことやっておりました。で、見ましたですわ。オリンピックで本当ドラマがねこう止まっちゃってたりとか、また出演してる方がねコロナになって撮影がこう止まっていたりとかで話が進まなかったりとかで、もうなかなか同じドラマばっかり言っててもしょうがないってんで、推しの王子様というのをね、TVer で見まして、これはもう4話目でしたけども、ディーン・フジオカさん、それから誰が出てました、これはあいみさんですか、それから誰だ、佐野日奈子さんに、徳永えりさん、瀬戸俊樹さん、渡辺圭介さんね、白石ひじさん、船越英一郎さん出てるドラマ、フジテレビのドラマがありまして、ゲーム会社でそのゲーム会社は推し活ね、自分の好きな趣味とかにこう寛大な会社でね、僕の見た4話はミュージカル 2.5 次元俳優のミュージカルに、を見に行くね、チケットを争奪戦に勝って、見に行くという話でしたけども、そこでいろいろ事件というかね、
その2.5 次元俳優が千秋楽目前にスキャンダルでね、こう騒がれて、で推してたね、誰でしたっけ、徳永えりさんねはこうがっかりしちゃうとね、がっかりしちゃうというか、千秋楽もう行かないとか言い出しちゃうみたいなところがこう話の中で描かれておりましたけど、まあそのねゲーム会社ってことで、まあ最近のいわゆるベンチャー企業的なねところがね、ペガサスインクという会社なんですが、これがそういった推し活に優しい会社でね、こう早退してそういったミュージカル見に行ってもいいですよみたいな会社っていうのがね、まあ本当に世間的にはどれぐらいこう認知されているとか認められているのか分かりませんけどね、なかなか自分のそういった好きな趣味のものに会社がじゃあ早退していいですよってね、じゃあこの日有給取ってじゃあ地方公演行ってもいいですよみたいなのはなかなかね、どれぐらい許されても、僕はそういったね会社勤めじゃないんでね、平日の昼間であろうがね、何かイベントがあったらこうポーンとね、全然自分のね、なんていうんですか、時間割というかね、締め切りまでに やっとけばいいんだからね、行くことができるんですけど、会社勤めとなるとなかなかそうもいかないと思いますけどもね。でもまあこうしてドラマとかで取り上げたりね、そういったこととか、また他のドラマも箱詰めでもね、新選組のねフィギュアの発売でとかね、それは認められてなくて結局買えなかったみたいな話がありましたけども、そうやってドラマで取り上げることによってこう世間的にもね認知度が深まっていけば、もうみんながねそう推し活しやすい環境が整うのかなとか思いながら見ておりましたけども、まああれですよ、中で出てきたね古川じゃない、そういう役名だ、白石聖さん、これね見つけちゃった。またショートカット僕もね見つけちゃいますよ。で大学生のインターン役で出てきているんですけどもね、その中でこのインターンで入ってくるんですけど、幼なじみのそのペガサスインクで働いているね新入社員かな、派遣アルバイトって書いてあるの、ちょっと仕事ができなくてみたいな人が出てくるんですけど、そこのと幼なじみで実は片思いしてるみたいなね、こう社内恋愛模様も描かれるような、こうねどうなっていくんだろうとかね、こうドロドロはしてないですけども、そういったところも描かれておって、でまた僕は4話しか見てなかったんですけど、ホームページがこうちゃんとしてるんでね、こう4話までの話を全部振り返って見ておりましたけども、なかなか面白いドラマがねやっておりましたので、これはフジテレビなんで FOD かもしくは TVer でね1週分だったら見逃し配信できますんで、ぜひご覧になっていただければなと思っておりますが、中で出てきたねディーン・フジオカさんがこれなんかおすすめの DVD つって勧めるシーンがあるんですけど、なかなか人に勧められた DVD 映画とかね、映画は僕自身は見ることがある。音楽ってなかなかね、この人いいから聞いてみてって言われても、好きそうだから聞いてみてって言われてもね、なかなか素直にこうね自分で見つけたいみたいなところがあるとね、こう素直に聞く気になれなかったりするんですけど、でもねそういうものに限ってね、あの時言ってたなとかね言うのが多いんですよ、ほんと。だから勧められたら素直にね、じゃあ聞いてみようかっつってね、で感想するを言うと、それはもう勧めた方も嬉しいしね、そこでぐっとこう密なコミュニケーションが取れますからね、勧められたら素直に何でも、貪欲にこう吸収していくことがいいと思いますよ、本当にみたいな。なかなかね本当見ないですよね、でもっていうのはちょっと思ってみておりました。でそんなことをしておりましたと。であれですわっていうかね、
そのドラマの話はもういいとして、昨日絵を描いてる時に、なぜかこう、急にね、ルパン、次元じゃない、銭形警部の、バカ野郎、それがルパンだっていうセリフを急に思い出しましてね、あのシーンってめっちゃ面白いじゃないですか。で、それショートコントできんなとか思いながら、こう話しながらやってたんですけど、しずるかなんかがやってませんでしたっけそれ。というのを思い出して、でもこれ、そういったシチュエーションね、まああれはカリオストロの城の中で、今ここにわしが来なかった、銭形警部ね、今ここにわしが来なかったか、バカ野郎、それがルパンだっていうシーンがあるんですけど、それをね、こう何かショートコントでねできるなっていう話を昨日してて、でそれがもう銭形じゃなくてだんだんこう飛躍していくと面白いなっていう話をしてて、昨日の配信どれぐらいの後で抜いとこ、そこだけ抜いてね再アップしときますけども、って思っておりまして、ね、だんだんこう飛躍してて、銭形じゃなくてね、バカ野郎、それがマリトッツォだとかね、なんかそういうのできそうだなみたいな話をしてたんで、またそこはそこだけ抜いてアップしておきますね。それだけ言いたかったね。はい、そんな感じですわ。あとね、ドラマそこそこ面白かったっていうの、そこそこ面白かったっていうのと、そこそこね、何でした、白石聖さん、これまた見つけちゃったんで、僕は追っかけるというかね、ストーキングですわ、始めますといったところですか。はいはい、しまった、これしまった、スイッチ切ってた、まあいいかね。はい、そんなところで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。